グータラズです。今日はね、70歳からのシャコタボリューム3だね。親父が乗ってるオデッセイなんですけど、ラゲッジを使いたいっていうんで、そのラゲッジにビービーズのレギュレーターとアンプが乗ってるんですよね。これが乗ってると、後ろの席が収納できないってことで、これを取りたいってんでね、これを取ります。でもね、いい音で音楽が聴きたいっていうね、わがまま好き。ちょっとね、チャレンジしてみましょう。どんどんね、外していきましょう。この辺は大丈夫だね。でね、今回はアンプの作業なんで、バッテリーはね、マイナス端子外しましょう。俺はプラスも外しちゃうけどね。この辺どんどんもうね、このレギュレーターアンプから配線を外していきます。これ俺が組んだやつじゃないんで、これ車売ってくれたトシっていうやつが組んだんですけど、人の組んだのってどうやってバラすかね、わかんなかったりするからね、多分時間がかかるだろうなと思ってました。案の定時間かかったんだけどね。この辺はね、もう見当たるもんパパッと外すだけです。この辺はまだ序の口だったんだよな。で今回親父がもうラゲッジ使いたいし、いい音で音楽が聴きたいっていうし、なのでね、そこに見えてる4チャンのアンプ、これはね、ヨッピーが乗る GTO から外したやつです。昔のアンプ。それをつけようかなと思って。でここは何にしろ開けなきゃダメなんで、とりあえずね、全部取っちゃいます。このね、ボックスがね、乗ってるだけなんで、これ外せばね、いいだけ。何年かぶりっていうかね、俺はこれ見たことないんだよね。このまんま売ってもらったんでね、初めて見ました。こういう風になってんだね。でもなんかね、汚い。何がこれ乗ってたんだろうと思って。ネズミでもいたのかなと思って。紙くずみたいなね、落ちた。これ、ネズミじゃねえかなと思って。違うか。でね、何年かぶりの掃除。何年かぶりって俺は初めてなんだけどね。掃除してあげましょう。ここにこの後ろの席がスッと入るみたい。よくできてるよね。ホンダの車って。こういうの多いよね。よくできてる。でね、綺麗に掃除してあげましょう。配線がごっそり見えてんでね。ちょっと今から嫌な予感です。具合悪くなりそうと思ってさ。でね、車内に入っていって、ここのね、その左側の、これからね、取るんだよね。中にこの間、車庫上組んだ時、見えたんだけど、これだろうなと思って外していきます。でもね、トシはやっぱり、なんていうのかな、ディーラーじゃないけど、車屋さんなんだよね。だからね、きちっと組んであります。配線処理もね、きちんとしてあります。そういうのって外すのがね、結構大変なんだよね。でもね、配線処理大事ですから、ここまできちっとしてるとね、分かりやすかったですけどね。いらない配線もありました。ウーハー積んでたのかな。その配線があったっぽい。でね、邪魔なんで、椅子取っ払っちゃいます。助手席の下にユニットがあるんですよ。このナビ、あれだよね。なんだハイとミッドがね、ある、その出力がある、このナビなんだよね。結構これいいよね。ハイファイやるときはこのナビいいなと思って。でね、フロア下から全部ね、抜いてあげます。1本余計な電源があったんで、それはもう取っちゃいます。電源はね、本当に余計な電源は取っ払った方がいいです。取っ払っていうかもうバッテリーから外しちゃう。大元から外しちゃいましょう。でね、バッテリーから電源取るときは必ずバッテリーのすぐ近くにフューズ設置してくださいね。これ大事ですから。車は燃えますからね。どんな小さな配線、小さな線でも
必ず絶対バッテリーの近くにヒューズを置いてください。これは HID かな。全部ね、こうやってヒューズ巻いてくださいね。で、チューブ巻いて、グロメットも通してください。でね、電源ケーブルが2本あったんで、1本外しました。で、再び車内ですね。運転席の、ね、椅子もね、ちょっと外しちゃいましょう。ここはボルトだけ外してます。外には出さなかったです。これだけ上がればいいかなと思って。まあ、そこの下にアンテナじゃねえや、アンプをね、置いてあげようと思ってました。で、こいつね、取っといた4アンテナチューナー。これもね、交換しちゃいます。もともと2アンテナだったんだけどね、4アンテナに地デジチューナーをね。で、今日の主役、こいつはね、このアンプ、カロッツェリアのアンプをこのチューナーの上に置いてあげようと思って、結構スペースがあったんで、ここでいいんじゃねと思って、この下にね、入るかどうかやってます。この向きじゃね、ちょっとやっぱり引っかかるんだよね、シートレールに。で、電源ケーブルね。ケーブル類は全部カーペット下、フロアカーペットの下を通します。まあ、配線は全部潰れとかないように、その辺気をつけながらフロア下通してください。俺らは全部ね、フロア下通しちゃいますね。で、電源ケーブルとスピーカーケーブルだね、RCA 類は電源ケーブルと離した方がいいです。そうしないとやっぱノイズの原因になったりするんで、まあ、どうしてもね、近くとか通さなきゃダメな時はクロスにしてとかっていう方法もあるけどね、その辺はまあみんな調べてみてください。でね、ここにまあうまい具合に収まったんで、どうしてもこっち側配線がね見えるんだよな。まあ見えるってもね、ちょっとだけだけどね。なのでね、美しく配線処理してあげましょう。で、俺らはこの配線とかものすごく気になる人っていうか気になるからさ、この美しく配線処理したいんだよね。で、見える配線は極力隠して、どうしようもなく見えるところは美しく配線するっていうのがまあモットーにしてやってるんで、車いじってんでね。だからスピーカーとかもうスピーカードーンみたいな、そういうのが嫌いなんだよね。アンプドーンみたいな、アンプドーンというかドーンと置いてこう配線ごちゃみたいなのがすごく嫌いで、とりあえずこの美しく見せたい。美しくしないとね、乗ってる方も嫌だし、不快だしね、ごちゃごちゃってしてるとかっこよくないしね。何しろかっこいい方がいいもんね。でね、やっぱ電源とスピーカー線は分けて、電源側は全部ね、左側通します。で、この辺は全部ね、スピーカー線ですね。で、まあ、ハイファイにするので、まあ、接続は全部フロントだけ。フロントのミッドとツイターだね。そこだけですね。で、リアはマルチで鳴らすんで、まあ、地デジだとか、DVD だとか、そういうのはまあマルチにして鳴らします。配線はね、綺麗にこうやって処理してみましょう。見えた時もね、綺麗だと気持ちいいんで、美しく仕上げるために、こうやって綺麗に配線処理してあげましょう。あとね、トラブルも少ないです。配線処理綺麗にすると。これぐらい綺麗になります。フロアマットなしでこれぐらいなんで、まあかなり許容範囲かなと思います。アンプ自体がでかいんで、ちょっとまあ見えちゃうんですけどね。まあフロアマット敷いちゃえば、で、チューナーが重そうだよね。まあいいか、しょうがねえやな。で、反対側のユニット、助手席側のユニットですね。そっちに隠れてます。こっちはね、半分だけフロアカーペットが隠れるとこがあったんで、そこに隠してます。で、こっちがアンプ側だね。こうやって綺麗にね、インストールできれば、乗ってる人も気持ちいいかなと思って、ちょこっと見えるね。で、今回のね、あれラゲッジ確保だね。これこんな広いんだね、オデッセイって。これじゃ人気あるわけだ。でね、フロアマット敷いちゃえばもう全然見えないです。まあ、フロアマット
こうめくれても綺麗に見えるようにインストールできたんでね、今回も良かったと思います。でここでね、これとこのスピーカーを Hi-Fi で鳴らすっていうね、70歳が Hi-Fi が果たしてわかるかどうかだけどさ、綺麗にね、そして美しい音で聴いてもらえればなと思って今回も作りました。ってことで、70歳からのシャコタン、今日はラゲッジスペースの確保とわがままな要求のね、アンプ装着ってことで、綺麗にかなりできました。そろそろね、親父のシャコタンも終盤です。あとは HID ぐらいかな。フォグの HID ぐらい。車検の時にね、純正に戻されちゃったんでね。でこうやって綺麗にね、インストールできれば、乗ってる人もまたね、気にはならないんでね。やっぱ配線ごちゃっとしてると気になっちゃうんで、綺麗に配線することをね、俺らの勝手な自己満だけどね、そういうふうに俺らはいじってます。スピーカーもね、きちんとバッフルも綺麗に作ってっていうのをやってますね。これからヨッピーのね GTO だとかアリストも帰ってきたんで、その動画もね上げていきたいと思います。今日は親父のねシャコタンそろそろ終盤なんですが、それに向けての美しくインストールするアンプご紹介しました。本日もねご視聴ありがとうございます。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もありがとうございました。